こんにちは、みえこです。美味しそうなりんごを見ていたら、こんなポーチを作りたくなりました。りんごの形をしていて、中はこのような裏布を使いました。では、何か入れてみます。りんごがあったので、りんごを入れます。このように収まりました。では作り方です。まずは今回はコンパスを使います。半径12センチの円を描きます。紙の上にこのように半分円を描きます。そして反対側からも描きます。このような型紙を作ります。そして土台の布を同じ大きさに切ります。4枚切ります。布は残っている布を使いました。まず土台の布を半分に折って線をつけます。その線に沿って布を置きます。また布を重ねて針で留めて7ミリの縫い代で縫います。布を開いてまた布を重ねます。土台布の端まであれば十分なので先に布は切ります。また7ミリの縫い代で縫います。このように順番に布を重ねて7ミリの縫い代で縫います。色の配色を考えながら一段ずつ縫います。毎回違う色の布を重ねましたが、何度か同じ布を重ねても可愛い作品ができると思います。
土台布の折り線に合わなくても可愛い作品ができるので心配しないで作ってみてください。全部 7mm の縫い代ですよ。土台布の端まで縫います。縫い終えたらアイロンでプレスします。そして余分な布をカットします。このようにできます。同じものを4枚作ります。裏布も同じ大きさでカットします。裏布も4枚カットします。次にファスナーをつけます。ファスナーの中心に印をつけます。そしてピースワークした布にも印をつけます。裏布にも同じように印をつけます。ファスナーの中央の印と布につけた中央の印を合わせて針で留めます。次に裏布を重ねてもう一度針の留め直します。そしてミシンで縫います。裏布にステッチを入れました。もう片方も同じように印をつけて針で留めます。また裏布を重ねて針できれいに留めて
ミシンで縫います。そうするとこのようにできます。裏布にステッチ入れました。次に残っている2枚の表布も針で留めて 7mm の縫い代で縫います。そしてファスナーをつけた布と合わせてミシンで縫います。針できれいに留めてミシンで縫います。このように縫います。裏布を一緒に縫わないように気をつけてくださいね。開いてみます。今度は残っている裏布も2枚合わせて同じように 7mm の縫い代で縫います。返し口を開けます。これを先ほどの縫ったものに合わせて針で留めてミシンで縫います。縫い始めと縫い終わりはこのように開けておくと後から処理が楽ですし、ミシンで縫うのも簡単です。では裏から表に返します。裏布の返し口を閉じます。表に返すとこのようにできているので、縫い代を押さえるように刺繍糸でステッチします。このように縫いました。ミシンで縫った縫い始めと縫い終わりの部分が空いているので、手縫いで縫い閉じます。ファスナーの布端も押さえるようにきつく縛ります。反対側も同じように縫います。そして裏布はこのように開いているので、糸で閉じるように処理します。
次にファスナーの留め金の葉っぱを作ります。外から取ってきた葉をそのまま型紙にしてベルトの上に置いてカットします。この2枚を合わせて刺繍糸で縫います。このように作りました。ファスナーの留め金にこの縫った葉を差し込んで縫い留めます。できました。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。可愛くできるから作ってみてくださいね。